それじゃあ光合成ね。光合成ってのはすごい簡単で、CO2 を植物が取り込んで、いろんな反応を通して炭水化物を作る、それが光合成なんですよ。なんかね、アルファベットが漢字になっちゃって不思議だなと思うかもしれないけど、炭水化物っていうのは炭素に水がくっついたって意味だからね。例えばね、6個の炭素、6個の C に水 H2O が6個くっついたら、ね、H2O が6個だから H が12個、O が6個ね。6個の炭素に6個の水がくっついたら、これは有名なグルコースになるよね。グルコースなどの炭水化物を作るね。これが光合成です。さてね、ちょっとね、これ注目してほしいのはこの H っていうところで CO2 に H はないもんね。だから H はどこからもらってこなきゃいけないよね。この H NADP3 って人が体に H をくっつけて NADPH の形になって、ね、この NADPH がはい私の H あげるわって CO2 にくれます、ね、この H ね、この H、ね、CO2 にくれます。だからね、最初 H を持ってない CO2 が炭水化物、ね、C6H12O6 のになれるんだね。さらに簡単なもの、ね、CO2 っていうのはすごい簡単だよね。C6H12O6 はちょっと難しいよね。こんな風に簡単なものから難しいものを作るときは普通エネルギーが必要なのね。生体内でエネルギーを使うときはエネルギーをやり取りするときは ATP を使うんだよね。ATP もこの反応には必要です。ATP、ね、簡単なものから複雑なものを作るときはエネルギーが必要です。一般的にエネルギーが必要です。こんな、ね、光合成の、ね、メインになるこの回路形式の反応に名前がついていて、カルビン、ベンソン回路って言います。もちろん回路だから A が B になって B が C になって C が D になってという反応式、ぐるっと回る形の反応式なんだよ。例えば、ね、CO2 をもらう前のやつ、ね、私が CO2 をもらうわって思ってる人は RUBP って人だし、ね、RUBP が CO2 を、ね、キャッチして、ね、PGA って人になるし、PGA って人は H をもらったり、ね、H をもらったりなんかして GAP って人になったりね、いろんな物質に変化していくんだよ。これ反応だからね、ぐるっと回る反応だからね。だけどまあ皆さんここでマスターしてほしいことは CO2 から炭水化物を作る、ね、これが光合成なんだな、ね、この回路を回すのに光エネルギーが必要だから、ね、光エネルギーを使って炭水化物を合成、ね、略して光合成のわけです。ただ、ね、少し不思議なことがあるよね。例えば NADP さんはどこで生まれてきたんだろう、ね、H を持ってきてくれる NADP さん、ね、一体どこから H を持ってきてくれるんだろう。あれ ATP はどこからやってくるの？ ATP はどこから作るの？ね、それに光エネルギーもどこに関係してるのか、ここからはちょっと見えてこないね。僕とこれから一緒にこの光合成、ね、裏に隠れた深い仕組みを、一緒にね次見ていきましょう。